こんにちは、つんです。今回はちょっとした家事のストレスを解消してくれたアイデア便利グッズを4つプラスアルファご紹介します。残念ポイントも正直にレビューするので、少しでもお買い物の参考になれば嬉しいです。はい、まず最初にご紹介するのはこちら。キャンドゥのデスク仕切りスタンドです。確かこれセリアでも見かけた気がするんですけど、勘違いだったらごめんなさい。これは無印のアクリルデスクトップ仕切りスタンドにそっくりと SNS で結構話題になったアイテムです。無印のは仕切りが3つあって250円なんですが、こちらは仕切りが2つで110円です。サイズは横が5センチ、奥行き9センチ、高さ6センチ。本来の使い方はデスクでノートや書類を立てかけたり、本を立てて収納したり、いわゆる机の上で使うアイテムです。小さくて軽いので倒れちゃうんじゃないかなってちょっと思ってたんですけど、全然そんなことはなくて、もう思ってた以上にしっかりしてました。無印の木製トレイもご覧の通り、予想に反して安定感抜群です。透明で目立たないので、どんなインテリアにも馴染むっていうところもいいですね。で、今回私はキッチンで使おうと思って購入しました。それがこちら、いわゆるキッチンツールを入れている引き出しです。しゃもじやスライサーが重なってて結構取りにくいなと思っていました。実家でも友達の家でもみんなこうやって重ねて収納してたし、引き出しって高さがないので立てて収納するっていうのは無理なんじゃないかと思い込んでいたんですが、これが意外と測ってみたら入りそうだったので試してみることにしました。いつでも剥がせるように魔法のテープで固定します。幅もいい感じでぴったりですね。しゃもじはもちろん、キャベツピーラーとか大根おろし器もこれ一般的なサイズだと思うんですけど、問題なく立てて収納することができました。おかげでワンアクションで取れるようになって、毎回ガチャガチャと掘り出して取るっていうストレスが解決しました。もっと早く気づけばよかったです。ちなみにこのデスクトップ仕切りの幅は2センチぐらいなんですね。でもし2センチじゃ収納したいものが入らないよっていう場合は、セリアの L 字透明仕切り板がおすすめです。これは1枚仕様の透明な仕切り板なので、お好きな幅に調整して取り付けることができます。粘着テープが同梱されているんですけど、後々剥がしたいよっていう場合は魔法のテープみたいなアクリルテープがいいかなと思います。こちらはロングタイプで100円で2枚入っています。サイズは長さ14センチ、幅2センチ、高さ 3.2 センチ。私が買った店舗ではちょっと品切れ中だったんですけど、長さが7センチで3つ入っているショートタイプっていうのもあります。はい、お次はこちら。ダイソーのマグネット付きマスキングテープカッターです。幅 15mm までのマスキングテープに使えます。私は白を買いましたが、これグレーもありました。コンパクトでシンプルなデザインですね。最大の特徴はマグネットが付いていること。冷蔵庫とかホワイトボードとか、机の上とかくっつけて収納できるっていうのは便利ですよね。
で、肝心な切れ味はご覧の通りです。刃はプラスチック製でギザギザになってるだけなので、仕方がないっていうか、逆に言えば安全ってことですかね。マグネットはちゃんとつきます。だけど貼ったままカットするっていうにはちょっとマグネットが弱いかなと思いました。片手で使うのはちょっと厳しそうです。マグネットが弱いのかなと試しに強力マグネットを2箇所に貼ってみたんですが、ちょっとマシになったかなという程度で劇的な改善には至りませんでした。こうしてみるとテープを引っ張ってカットするっていうのは思ってる以上に力がかかるもんなんですね。はい、ということでマグネットはあくまで収納用で、使うときは手に取ってカットした方が楽でした。そしてその後ですね、Amazon で見つけたテープカッターがちょっと面白そうだったのでポチってみました。緑という文具ブランドのクイックテープカッターという商品です。修正テープをちょっと大きくしたみたいなデザインでグッドデザイン賞を受賞しているそうですよ。こちらもマグネット付きです。サイズは長さが 102mm、 奥行き 58mm、 厚みが 25mm です。対応のマステ幅は 6mm から 15mm。 対応のマスキングテープの内径が 25mm 以上、外径が 54mm 以内っていう風に書いてあったんですけど、一般的なマステなら使えると思います。で、これ最大の特徴は同じ長さにカットできること。スライダーを1回引くごとに2センチずつ出てくるんですよね。なのでだいたい同じ長さに揃えることができます。もちろん2センチずつとかじゃなくて、テープをギュッと引っ張れば好きな長さにも切ることができます。一般的なテープカッターだとどうしても粘着面を指で触ることになるんですが、これの場合は触らないで貼れるっていうのがいいなと思いました。これいつも見てくれてる方ならご存知かと思いますが、私ちょっと大雑把なところがあって、基本マスキングテープなんかは今までずっと手でちぎって使ってました。こういうラベリングなんかもね、分かればいいやっていう感じです。でもこれなら手でちぎるよりもさっと貼れました。手軽に使えて見た目も整うのでズボラさんにおすすめです。我が家の場合は賞味期限をメモったり、一度開けた食品のパッケージを止めたり、そういうキッチンで使うことが多いので冷蔵庫に貼っておくことにしました。はい、お次はこちら、マーナのボトル乾燥スティックです。なかなか乾かない水筒など筒状の容器を素早く乾かすアイテムです。我が家の場合はもうその日に乾いてほしいシャンプーなどのディスペンサー用に購入しました。ずっとうちにいることが多いので水筒はあんまり使わないんですよね。で、水筒を乾かすアイテムっていうのは他にもいろいろありますが、マーナの場合はエコカラットでできていて、これ珪藻土の約5倍の吸湿性なんだとか。どうせ買うなら早く乾く方がいいですよね。サイズは長さが 226mm、 幅が 27mm、 厚さが 11mm です。これ残念ながらペットボトルには入りません。シリコンカバーはリング付きで吊るして乾かすことができます。もちろん外して洗うことも可能です。指でなぞるとちょっと白い粉がつくんですけど、体に影響はないと書いてありました。気になる場合はこれ水洗いできるので洗ってしまえば大丈夫。
乾燥グッズの中には洗えないものもあるので、購入の際はチェックした方がいいかなと思います。さて、どれぐらい乾燥が早くなるのか、濡れたコップで比較してみようと思います。片方に乾燥スティックを入れて放置しました。もっと早くチェックするつもりが、うっかり2時間半も経ってしまいましたが、乾燥スティックを入れた方は完全に乾いていました。一方、何も入れていない方はまだ水が残ってますね。これスーッと垂れるぐらいまだ水が残っていたので、確かに乾燥効果は高いなと思いました。ちなみに同時に洗っていた水筒もこうやって見るとまだまだ水滴が残った状態でした。ということでスティックを入れて放置しました。そしてこちらが2時間後、完全に乾いてますね。なかなか乾かない水筒にモヤモヤしている方におすすめです。以上、家事のプチストレスを解消してくれた便利グッズのご紹介でした。少しでも参考になりましたらチャンネル登録いただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。